はい、こんにちは。アロハシャツ研究室の時間がやってまいりました。はい、今回もたくさんいろんな話ができたら楽しいなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。サンサーフ中野教授、よろしくお願いします。お願いします。これ届き上がりましたね。ようやく上がりました。届きました。はい。もう最近はえ寝る前、こればっかり見て、やありがとうございます。っぱりいいですね。雑誌作ってる私が言うのもなんですけど、こうやって紙になってるとすごく何回も見るなと思って。またデジタルで見るのもね、便利でいいとは思うんですけども、またちょっと違った見方ができるかなっていうのもありますし、いいですね。はい。ぜひまたちょっといろいろと熟読していただけたら。勉強になるんです。こちらのカタログ。本当に勉強になるんで。シャツの柄を見るだけじゃなくて、内容もここから知れるっていう詳しくなっちゃって、ありますので、なんか本みたいですからね。そういう意味では。はい。はい、ということで早速ですが、そうですね。今日はどんなアロハシャツを紹介していただけるんでしょうか。はい。ちょっとまたサンサーフのラインナップの中から、はい。ちょっとご紹介したいなと思うシャツをですね。新作ですね。新作ですね。はい。いくつか持ってきましたので、はい。早速一柄目からいってもいいですか。ぜひ。はい。お願いします。まずこちらですね。これはすごい僕が初めて見る柄ですね。これ。そう、これも一度ですね、だいぶ前なんですけど、サンサーフでも一度復刻をしたことはあるんですけど、ちょっとまた色を変えて展開をしているので、アロハシャツは色が変わると本当に変わりますからね。そうですね。もう全く違う柄になってきますからね。なので今回ちょっとね、この柄をもう一度ご紹介できたなと思いまして。これは魚ですね。魚ですね。タイトルにですね、バグアイドフィッシュという虫の目ですね。そうですね。虫のギョロッとしたはい、この目が特徴な魚がメインモチーフになってるんですけども、ハワイにいるんですかね。そうです。ワイキキの運河ありますよね。アラワイ運河。はいはいはい。あそこにたくさんいるんですよ。へえ。でその当時もこの魚が泳いでるっていうのを見つけて、でデザイナーさんがこれをモチーフにしてシャツを構成したという。作られたのは1940年代、オリジナルがですね、40年代後半のザ・カハラというブランドが有名ですね。有名ですね。カハラが制作したシャツになっていまして、昔ターザンっていう映画があったんです。ありましたね、ターザン。はい。でその主役をされていたジョニー・ワイズ・ミューラーさん。もともと金メダリストでもあるんですけども、水泳かなんかですね。そうですね。でその方がテレビに出られた時にこれを着て出演されてテレビに。まだモノクロテレビの時代ですかね。そのぐらいの時ですね。はい。でまたこのシャツ自体がその当時一気にまた人気になって。でヴィンテージに関してもそういった歴史があるので、未だにすごく人気があるという。で何年か前にサンサーフでも展開はしてるんですけど、やっぱり毎年もう一回このシャツやらないんですかっていうリクエストも多いので、なんか色数も多くて作るの大変そうですね。そうですね。やっぱりでも抜線の良さがすごく出てるシャツなので、もう当たり前のように僕抜線なんて言っちゃってからふと思ったんですけど、最近見始めた方に抜線って耳なじみがない人たち大勢いると思うんで、ちょっと抜線についてそうですね、簡単におさらいしてもらってもいいですか。この抜線のプリントっていうふうに言われた場合、まずこの生地ですね、この場合ですとこのグリーンの色に生地を染めてしまいます。全部グリーンの生地が来て、全部グリーンの一色の生地を作ります。でそこにこのそれぞれの色ごとに型がありますので、その型をプリントしていくんですね。それどうするかっていうと、このグリーンに染まった部分に例えばこのブルーの部分、この形になった型があるので、これでこのブルーにこのグリーンの色の部分の色を抜いてしまうんです。グリーンの色色素が抜かれる。でそこに抜かれた部分にこのブルーの染料が入ると。それが抜線ですね。効果としては、この良さというのはもうこの色のコントラストがはっきり出る。
たとえグランドが濃くても例えばこの白の部分っていうのが、もうここにもう本当にパキッとこう明確ですもんね。それによってモチーフがよりこう際立つ。それが抜線の良さですね。これはもう昔からそのヴィンテージを作る時からの同じ手法。同じ手法です。当時のままの手法でやってるということですね。同じ手法で作っていますので。サンサーフはそうしてると。このまたねグリーンに鮮やかにこれは波なんですかね。白く抜けてる感じとか。そしてカラフルな魚とか、すごくなんていうんだろう上品なそうですね面になっているというかね。モチーフ自体がそうこうコミカルな感じで、なってるんですけども、全体をこう色のバランスとかそういうのでですね、すごく上品なシャツに仕上がってますので、いろんなコーディネートも楽しめるかなと思いますので。なかなか現代では考えられないデザインで、そうですね。ヴィンテージを着ている感じがすごくしますね。これはね。はい、ありがとうございます。続いてこちらの柄。これもう何十年とサンサーフを追いかけてくださっている方は、知ってるっていう。僕もこれはもう何回目かななんて思いながら思いますよね。いやでもねいい柄ですね。いい柄何回作っても、いい柄だなって思うんですよね。お客様からのリクエストも多い柄なんじゃないですか。めちゃめちゃ多いです。サンサーフの歴史の中でも、本当に何回も復刻をしている柄なんですけども、何度やってもやっぱりもう一回あの柄っていう。その当時も配色も割と多かったので。そうなんです。これは何年代ぐらいだったんですか。これ40年代の後半ですね。40年代後半。その当時の配色も多かったですね。なのでその当時からもすごく人気だっていうことなんですけども、現代においてもやはり同じなんですよね。すごく人気で何でも復刻をしてるんですけども、40年代後半のカメハメハガーメント。カメハメハガーメント、これも有名なハワイのブランドですよね。ハワイのブランドで、アメリカ本土の方にもこう広めていくきっかけを作ったりとか、あとはいち早くヨーロッパとかにもアロハシャツを輸出してしていたブランドなので、本当にこう世界にこうアロハシャツが広まっていくきっかけを作っていたブランドの一つなんですけども、柄に関して特にオーナーがですね、もう本当に柄のデザインですね、そういったものにすごく執着をして、とにかくこうオリジナリティのあるいい柄をっていうのを考えて作っていたブランドなので、こういったその中でもこの柄もその一つなのかなと思いまして、でアイデアがですね、このバンブー竹ですね、竹を格子状にこうまず組んで、その中にハワイを代表する花、アンスリウムとかバードパラダイスとかいろんな花がいるわけですね。この中にはなんかそれがこう散りばめられていて、すごくこうどの配色を見てもすごく上品に仕上がっている。ちょうど今我々の後ろにあるですね、これもまた綺麗なね、ペッパーミントグリーンがすごいアクセントになって効いてますよね。そういった色の使い方もすごく柄のバランスとも良くてですね、オリジナルもそうですしレプリカでもすごく人気の柄になってます。これも抜線でいいですか。これも抜線のプリントになりますね。抜線って本当に3色とか、多くて5色6色ぐらいの色の構成が多いんですね。でこの柄の場合は3色で組むんですけども、このレッドの部分とホワイトとグレー、この色でグランドのネイビーを抜いてるんですけども、色数3色だけしか使ってないんですけども、この全体的なこの迫力と、あと奥行きっていうのをしっかり表現できてる。そうですね。そのあたりはやっぱり柄にこだわったカメハメハガーメントのそういうことなんですね。クオリティの高さかなと思います。これはね、本当じっくり見てもらいたい。そうですね。この花の細かい表現とか、そうなんですよね。すごいなって思います。いや本当に復刻を自分も作っていて、この細かい線とか細かな表現っていうのを抜線でまたこう作ってくるっていうのが、これ難易度の高いことなんですね。そうですね。そのあたりがこうまた復刻で見られるっていうのはすごく自分たちもこう作っていてすごく嬉しい部分ではありますし、ぜひ見ていただきたいと思います。ありがとうございます。こちら和柄になります。またね、今までの2つとはガラッと変わる
これもまたアロハシャツの面白いところなんですけれども、ね、ちょっとこう大人っぽい感じの、はいはい、シックなこう配色で、これはもう生地からしてさっきの2つとは違いますよね。はい、素材自体はレイヨン 100%、そこはレイヨン100という意味で一緒、変わらず、はい、ただその生地の織り方ですね、こちらの方はちりめんの素材になりますので、レイヨンのちりめんになります。今回ですね、初の復刻なんですけれども、オリジナルはですね50年代前半にキロハナというブランドが、これもハワイのブランドですね。そうですね、はい、日系のブランドなんですけども、やはり和柄の中でもすごく特徴的なオリジナリティのある和柄をいくつも残したブランドなんですけども、そこが手がけた一着を今回初の復刻で、タイトルもですねシーナリー・オブ・ジャパンという、もうまさにこう風景ですね、日本の風景というデザインなんですけども、ちょっとモチーフ真ん中にですね、梅の木がありまして、これ梅なんですね。梅なんですね。はい。で、梅の花が咲いていて、それを真ん中に置いて、その周りを日本全国のいろんなこう観光地の名所ですね、が書かれているというちょっと変わったシャツなんですけども。なんか富士山がありますね。富士山ですね、まず。これ橋はどこですか。錦帯橋ですね。そうだ、二重にねこうなって、錦帯橋。錦帯橋。で、あと姫路城もどっかにね、これあるんですよね。ここにありますね、ポケットのところに入ってたり。姫路城はですね。で、あとこれ銀閣ですね。はい。銀閣。銀閣ですね。銀閣ですね。はい。そういったちょっとその当時のこう名所みたいなところが、で梅の木をセンターにして描かれているっていう。で、なおかつですね、やっぱりキロハナ和柄に関してもすごくこだわりの強かったブランドなので、色使い、このネイビーを中心とした青っぽいグラデーションで、あとは茶色をブラウンを基調としたグラデーション、そのもう本当2色をベースにして、あとはこのオーバープリントですね。これはオーバープリントというのは、さっきの抜線と逆に乗せていく色をですね、重ねていくというイメージですか。それとオーバープリントの場合、2回やれば終わりっていうことではないですよね。それぞれこう段階的にこう例えば薄くしていくんであれば、その段階のその版がいるんですね。なのでこうネイビーの色を1回すります。でその後はじゃあグラデーションっていう版を1回すります。そうするとネイビーのグラデーションができるかっていうとそうではないんです。ということはこの、例えばこの梅の木の枝、だんだん濃いところから薄いところへ行く間に、この間に何個も版が存在していると、細かくその都度プリントしていると。そうですね。でそこで徐々に色を変えていってグラデーションが出来上がるということになってます。じゃあ色が少ない、イコール版が少ないではないということなんですね。勉強になります。そういうことですか。やっぱりこうすごい細かい再現性というか、手の込んだことをいっぱいやってて、だからこそこう和柄まだ人気なりやすいんだろうななんていうふうに勝手に思ってしまいますが、洋柄と同じようにですね、和柄もこうすごくこうパンチのある柄から、ちょっとこういった感じの抑えめな色で着やすい柄といろいろありますからね。他の色もまたちょっと綺麗な、すごく日本的な雰囲気に感じてしまいますね。この色味がね、マイルドで。やはりベースとなっているその昔の着物の技術であったりとか、そういった色の感覚ですね、そういったものを取り入れてベースにして作られているので、そういったところはすごくこう日本風な感じはするのかなと思います。ありがとうございます。注目の和柄でした。続いてこちらの柄になります。これはまた面白いというか、あんまりアロハシャツとして僕は記憶にない柄なんですが、この地図になってるんですけれども、ちょっと待ってください。これは地図なんですね。ワイキキビーチ、書いてありますね。確かに。で、本当だ、アウトリガーカヌークラブとか、モアナホテルとか。へえ。ワイキキのカラカワ通り、あの辺りのを中心としたワイキキの街ですね。ストリートの名前と、あとその建物の名前、ホテルの名前、そういったものが全部入った
シャツになってまして、これは何年ぐらいの？これは1940年代後半。40年代後半にこういう柄が存在してたって、どっちかというと現代的なそう発想というかデザインというか最近のものかなと。そうですよね。はい。そういった斬新なアイデアといいますか、その地図をシャツにしようっていうその発想みたいなんですね。そういったものがまたアロハシャツの楽しみかなとも思いまして。これはちなみにどこが作ってたんですか？こちらはですね、カハナマニファクチャリングという。カハナラじゃなくてナですね。はい、カハナマニファクチャリングが手掛けたシャツになってまして、もともとオリバーっていうそのオリジナルのアイテムを販売するショップも持っていて、でメーカーとしても稼働していて、でいろんなショップに自分たちの作ったシャツを卸したりとか、でオリジナルを売ってる販売するショップでシャツも売ったりとか、そういったことをしながらですね、いろんな柄を展開していたメーカーなんですけれども、この柄ですね、サンサーフでもすごく20年以上前ですね、一度コットン素材で展開をしていたんですけれども。そうでしたか。なんて名前でしたっけ？これはですね、ワイキキマップですね。ワイキキマップ、あんまり僕は覚えてなくてすいません。もう本当にもう20年以上前ですからね。いやこれは一見地図にも見えなかったんで、そうですね、こうやって見ると文字読んでるとこれ地図じゃんっていうのがね、すごいわかるんですけど、これまたユニークな珍しいアロハシャツというの柄ですね。またちょっといろんなコーディネートも使いますし、ちょっと着た感じが本当に違うので、今までね何枚もいろんんな柄のアロハシャツを買われた方でもまたちょっと違った感覚で着ていただけるかなと。こちらにネイビーの配色がありますね。本当だ。全然そういう意味では違いますね。そうですね。またちょっと違った柄にも見える。色が違うと全く違う柄に見えますね。あとですね、このシャツも他のもそうなんですけど、カタログで見るのと実際このシャツもお店で見て袖を通していただくのとものすごく違うと思うんですよ。確かに。それもねアロハシャツの面白さなんですけど、これも本当にぜひお店で見ていただきたいです。そうですね。はい。なんなら着てそうですね、試着していただければ、俺ありだなってありですね。これは急に来ました。急に来ました。ありがとうございます。はい。そこもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、続きましてこちらですね。もう人気王道、そうですね。王道な柄ですね。王道なボーダーパターン。そうですね。皆さん大好きな花柄のボーダー。はい。もうタイトルもアイランドフラワーチェーンという。タイトルでハッピーな感じの名前ですね。そうですね。ザ・アロハシャツという感じなんですけども、これモチーフになっているのがですね、アンセリウムを中心としたハワイの花なんですけども、オリジナルは1950年代中期、ちょうどその時代っていうのはですね、日本から移民で渡ってきた方たちがいろんな花を育てていって、いろんな品種を増やしていって。でもう花のこのマーケット自体すごく日系人の活躍で大きくなっていった時代がありまして、でアロハシャツも日系人が手掛けていたので、また花をそのモチーフとしたアロハシャツっていうのがたくさん作られたっていう。そういうことなんですか。でこのモチーフになってランスリウムもそうなんですけども、このもう日系人の人たちがいろんなアンスリウムの花の色も品種改良で変えていって、すごく人気が出ていった時代がありまして。これピンクと言ったらいいんですか、今回の。そうですね、ピンクですね。黒にピンクにエメラルドグリーンという。そうですね。これどちらかというとモチーフ自体はハワイの方で考えられているんですけども、作ったブランドがメイドインカリフォルニアという。でおそらくですね、アメリカ本土のブランドのデザイナーさんもアロハシャツを作る時にですね、ハワイの方へ訪れてハワイの感覚を持ち帰ってデザインにしていることが多かったので、なのでモチーフはハワイで配色はアメリカ本土の影響を受けた配色。そういうことなんですね。そういった柄が多いので、このまんまの配色っていうのはその1950年当時から、50年代当時からあったというそうですね。ことなんですね。
この黒に抜線で、このエメラルドグリーンとかピンクがすごく効いた、ちょっとフィフティーズな感じの組み合わせですもんね、この3色は。まさにハワイとアメリカ本土の感覚が混ざり合って作られたシャツになっていますので、メイドインカリフォルニアというブランド自体がですね、コーンホールマークスっていう、略して小浜っていうふうに呼ばれてるんですけども、それはアメリカ本土のものすごく大きい生地屋さんで、いろんなブランドに生地をデザインしてプリントをして卸していたブランドなんですけども、そこが自分たちのオリジナルのシャツを販売するために作ったのがメイドインカリフォルニアっていう、もうそのまんまのブランド名ですね。なのでいろんなのを手がけていたので、そんないろんなアイデアをたくさん持っていって、自分たちのオリジナルとしていろんな柄を開発していく、それいろんなアイデアがあるので、すごくレベルの高い柄もたくさん残せたっていうのがこのブランドの特徴の一つですね。今日もこれで5型紹介していただきましたが、このカタログを見るとほんの何十分の1が触れていただいただけで、サンサーフ今年もいっぱいラインナップありますね。あります。じゃあちょっと最後せっかくなんで、そうですね、カタログの PR を。ありがとうございます。表紙になっているのは今年展開しているパイナップルの柄の、そうか、今シーズンのパイナップル柄ですね。でこの銀色の箱押しでサンサーフ2025と入っておりますので、高級な。そうですね、そういった工夫もしながらで、中のですね、先ほど説明が人柄全部説明が入ってっていう風なテキストが入ってるんですけども、こちらの方もヴィンテージアロハシャツの本と同じように、私が中野がですね、全部解説として書き下ろしの説明になっていますので、すごい、さすが教授です。そうですね、それも楽しく読んでいただけたらなと思いますし、このカタログ自体ですね、オンラインの方にも同じ内容がで見れますので、電子版が見えるようになってますのでね。でいつも行っていただいているお店屋さんにもありますので、サンサーフ取扱店で、これも早い者勝ちになっちゃうんでしょうけど、急げばまだ間に合うかもしれないというね、かなり読み応えのあるカタログになっていますので、毎年楽しみにしている方は多いと思います。そうですね、集めている方もたくさんいらっしゃいますし、ということで皆さんね、カタログこんないいアロハシャツ選ぶの参考書ありませんから、ぜひとも入手していただけたらと。ちゃんと入手したらアロハシャツも入手してくださいね。カタログだけじゃダメですよ。これ一度見たらですね、必ず一つは絶対欲しくなりますので。欲しくなっちゃう。確かに。本当そうです。ぜひ見てください。はい。ありがとうございました。